ということで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。今回はドコモが放ってきた衝撃の爆弾アハモがいかにヤバいかについて5分で世界一わかりやすく解説します。では用意スタート。まずね、なんでアハモがこんなにヤバいと騒がれているのか、大きなポイントを3つ先に教えます。これです。はい、大きく分けるとこの3つなんですが、1個ずつちゃんと説明していきます。では1つ目、月額費用は税抜き2700円となります。データ容量は 20GB、 5分のかけ放題までつきます。こんなにデータ容量はいらないと思うかもしれませんが、既存の大手キャリアプランを契約している多くのユーザーは毎月4000円から7000円ぐらいを通信費として払っていて、だいたい平均 7GB 程度しか使っていないので、ほとんど全ての人がこのプランに変えるだけで安くなります。現在は2年縛りなども撤廃されているので、違約金もかからずすぐに変更できちゃうわけですね。これだけで既存の全ての大手プランをぶっ壊すレベルですよね。一応ね、電話を5分以上かけるユーザーにも1000円でちゃんとオプションが用意されていたりするんですが、ここでね、他の大手キャリアとの対抗プランの価格を比較してみましょう。はい、こんな感じになってます。容量とか他の要素はみんな足並みを揃えています。 au とソフトバンクはドコモと同じ条件にすると280円だけ高くなります。つまり5分かけ放題にするならドコモが一番安くなります。あとね、 D カードゴールドをもともと所持している場合なんかは紐付けると300ポイント貯まるので、さらに実質価格は安くなります。もうここまで来たらね、どれを選んでもめちゃくちゃ安いんですが、僕がね、アハモを押す理由はまだまだあるので、次の項目に行ってみましょう。次に紹介したいのは iPhone 11が Apple 公式より安すぎるっていう衝撃のアハモ専用価格です。条件としてね、アハモの新規契約が必要になるのですが、本体価格が約4万9000円で買えます。現在 Apple 公式で同じ機種を買おうとすると約6万4000円するんで、1万5000円も安いです。あまりにもびっくりしたんでヤフオクで中古価格調べてみたんですけど、だいたい4万から5万円ぐらいで落とされているんですよね。中古とも価格がそんな変わんないんですよ。これは価格が荒れますよ。だってね、今の時代総務省の意向で違約金ももういつでも払わなくても解約できるようになってるんですよ。つまりアハモを1ヶ月だけ契約して iPhone 11だけ入手して解約しても5万2000円とかなんですよ。まあブラックリストに載ったりするのでおすすめはしないですが、トータルでも Apple 公式より安く買えちゃうんですよね。それぐらい安いんです。違いといえばおそらく SIM ロックがかかっていることぐらいですが、これも総務省の意向で自分で手続きをすればロック解除ができる仕組みがキャリアでちゃんと広がっているので、あまり心配しなくていいと思います。あとね、 iPhone 以外にも Galaxy と Xperia がラインナップされているんですが、これもねバカみたいに安いんですよ。 Galaxy は2万2000円も安いし、エクスペリアに至っては2万4000円も安いです。やりすぎです。実質とか2年契約とか4年買い替え縛りとか一切なしですからね。もう本当にどこで利益出してるんだってね、もはや儲けを出す気ないような気がしますよね。そしてもちろんね、ここで紹介した3機種しかアハモを使えないわけじゃなくて、 iPhone 12シリーズや SE 第2世代 Android72 機種についても対応を公式で確認したということですので、すでに持ってるスマートフォンでもね、もちろん使うことができます。今回のドコモマジで本気です。では最後のすごいポイント、手数料が無料、追加費用もほとんどありません。まず契約手数料の3000円、これはどの大手キャリアでも MNP でも絶対に必要だった経費です。これだけで1ヶ月分得しますからね。これを無料にしたのはかなりの思い切りだと思います。だってさっき話したように即解約しやすくなっちゃいますからね。あとね、さっき軽く紹介した5分かけ放題も無料で利用できます。ちょっとしたお店への電話や予約とかってだいたい5分で終わりますよね。そして友達とか身内なら LINE で電話しますよね。なので大半のユーザーはこのプラン内で十分生活できるはずです。あと容量を使い切っても追加費用なしで 1Mbps で通信できるので、 YouTube とかはね低画質ですけど見ることができます。僕も昔 YMAX の 1Mbps って環境で生活してたことあるんですけど、意外とね過ごせます。従来の 128kbps では話になりませんが、 1Mbps なら生活できる範囲です。よって 20GB ギリギリ足りるかなというヘビーユーザーさんでも安心ですよね。もちろんね、紹介したこれらの無料の範囲外の電話や容量の追加、Apple Care や保証サービスもちゃんとオプションが用意されているので、ほとんどのユーザーは最安で満足いくプランが作れます。マジですごい。
というわけでアハモがマジでやばい理由3つを紹介しました。時間も5分以内になんとか収まりました。ただデメリットをね5分じゃ紹介できませんでした。申し訳ない。というわけでここで延長戦として注意するべきポイントを紹介させてください。まず留守番電話、転送電話、キャリアメールがありません。これはお仕事や就活をするような人にとって致命的です。Android だったら各メーカーが独自のアプリで留守番電話対応したりしてますが、 iPhone ではもうどうしようもできません。これはね欠点として知っておいた方がいいです。今後対応するのならばより完璧なプランとなるでしょう。なおキャリアメールは総務省が使えるようにしてくれとすでに言っているので、今後対応する可能性はあります。そして注意点その2、申し込みとサポートが完全にネットオンリーです。お近くの代理店、ドコモショップに行ってもおそらく対応してくれません。僕12月頭のアハモの発表時に地下鉄に乗ってたら、隣の酔っ払ったおじさんが月額費用が半額以下になるから意地でもドコモショップでごねて店員にやらせてやるって楽しそうに言ってたんですよ。マジでねやめてください。せっかくユーザーに寄り添って安い金額になったんだから僕らも寄り添いましょう。要望があったら世界一分かりやすいアハモの契約方法って動画を僕が頑張って作るんで、一緒に自分の力で契約しましょう。僕からのお願いです。はい、というわけで10分にも満たない動画でしたが、必要な情報は詰め込んだと思います。あとね、回線速度とか MVNO の比較とかちょっと事前知識が必要な内容は概要欄で解説していますので、こちらも確認してから検討するようにしてください。皆さんがね一番気に入った最安のキャリアプランで契約できることを祈っております。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良きスマホライフを。またお会いしましょう。バイバイ。